皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは新型インフルエンザ等特措法についてです。これは現在広がっている感染症に対する緊急事態宣言を出すことによって様々なことが法律の根拠を持って行えるようになる法律です。これまで日本政府は様々な点において法律の制限というものを受けてきました。それによってあれができない、これができないといったことが様々起こっており、海外のあの国ではこういった措置を取っているのになんで日本ではできないんだといったことが非常に多くあります。今回の法律の制定によってその差というものを少しでも埋めることができると言われています。というわけで今回のニュースはこちら、新型インフルエンザ等特措法の中身について少し見ていきましょう。また今一番状態が悪いと言われているイタリアのニュースについても触れていきましょう。それではニュースをどうぞ。新型コロナ緊急事態宣言可能な特措法成立。感染拡大に備え緊急事態宣言を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案が13日、参院本会議で賛成多数で可決成立した。14日に施行される。本会議に先立ち、西村経済再生担当相は参院内閣委員会で緊急事態宣言について、伝家の宝刀として使わない方が良いに決まっている。収束に進むように全力で取り組みたいと述べた。参考人として内閣委員会に出席した地域医療機能推進機構の尾身理事長は、国内の状況が緊急事態宣言の要件に当たるかを問われ、否と述べた。尾身氏は緊急事態宣言を発令する際に、政府が判断を求める専門家らによる基本的対処方針等諮問委員会の会長を務めている。法改正は平成25年施行の特措法の適用対象に新型感染症を追加した内容で、政府は適用期間を1年間と想定。緊急事態が宣言されれば、都道府県知事は外出自粛や学校の休校、人が多く集まる娯楽施設の利用制限などを要請、指示できるほか、必要な医薬品や食品といった物資の収容なども行える。野党などから緊急事態宣言が私権の制限につながることへの懸念が出ていたため、与野党は付帯決議に、緊急事態を宣言する場合は、原則として国会へ事前報告するとの項目を盛り込んだ。では、緊急事態宣言を総理が行った場合、一体何ができるのか見ていきましょう。住民への外出自粛要請、学校、保育所、老人福祉施設などの使用停止の要請や指示、音楽やスポーツイベントなどの開催制限の要請指示、予防接種の実施指示、臨時医療施設のための土地建物の使用、強制使用も、鉄道や運送会社などへの医薬品の運送要請指示、医薬品、食品などの売り渡しの要請、また強制収容も。同じ G7 の国であるイタリアでは一体どのようなことが行われているか少し見ていきましょう。イタリア、食料品と薬局除く全店舗閉店指示、レストランやバーも。イタリアのコンテ首相は11日夜、感染急拡大を受け、食料品と薬局を除く全国のすべての店舗に今月25日まで閉店を求める指示を出したと発表した。首相はこれに先立ち、感染拡大に伴う打撃を和らげるため、経済対策に最大250億ユーロ、約3兆円を支出する用意があると表明した。コンテ首相はテレビ演説で、すべてのレストランやカフェ、バー、ビューティーセンターも閉店となるが、スーパーマーケットで買い物を急ぐ必要はないと国民に訴えた。一方、予防措置を条件に工場は稼働を継続できるほか、公共交通機関と金融、郵便、保険サービスが停止されることはなく、農業活動も保障される。政府はまた医薬品の生産、流通のスピードアップを図るため、緊急対応責任者を任命する。イタリア当局の11日の発表によると、感染者は1万2000人を上回った。死者の数も 31% 急増し、827人に達した。政府は今週に入り、ミラノを中心とするロンバルディア州など北部地域にとどまらず、市民の移動や活動を制限する措置を全国に拡大した。まず最初にこの法律に対する政治的な状況についてお話をしましょう。この法案、まず賛成多数だったからこそ成立したものですが、反対した党もあります。それは日本共産党です。日本共産党はこの法律が個人の権限を制約しており、一方で政府には権限が集中することを問題視しています。確かに個人の自由というものが侵害されるのは良くないことなのは確かです。しかし感染症の問題において個人の自由がどこまで許されるかというのは議論の余地はあるものの、
おおむね制約を課した方がいいのは明らかです。その良い例を一つご紹介しましょう。ある人が検査を受けて、あなたは陽性ですよ、つまりかかっていますよと言われました。しかしその人は症状があまりない状態だったので、病院を手配するまで少し家で待機していてくださいと言われました。しかしその人はなんとこの服をみんなにばらまいてやろうという考えを持って飲食店などに行き、実際にそれによって感染した人が出ました。このように人間というものは100人いれば100通りの考えがあるものです。あなたは陽性ですよ、だから人にうつさないように家にいて待ってくださいねって言われたとしても、そのままよし待っていようという考えの人が100人のうち99人いたとしても、たった一人でもよしみんなにうつしてやろうとそういった考えを持てば、それが多くの人に感染を広げてしまう原因になり得るのです。今回問題になったその人の感染というものはあくまでもルートとして終えている状態ですが、場合によっては把握しきれないようなスーパースプレーターとなって様々なところに感染症を広げるようなことが起こったとしても別に不思議ではありませんでした。このように全ての人が全員の人間であるという前提を持った法律というのは簡単に打ち破られてしまう可能性があるのです。さて、それでは法律の中身についての話をしていきましょう。まず第一に、この法律が効果を発揮するのは総理大臣が緊急事態宣言を出すということが第一歩です。ですから総理が緊急事態宣言を出していないのにいきなりその法案の中身についてこの部分だけ今ちょうど使いやすいなといったような形で使うことはできません。あくまでも緊急事態宣言を出してその後で各項目について効力を持つというものです。しかし先ほどの記事の紹介の中でも触れてましたが、ほとんどが要請や指示といったものを出せるといったものが大半です。法律の文言として政府やもしくは都道府県知事が指示ではなく命令できるといったような内容ではありません。あくまでも法律の根拠を持って指示ができますよ、要請ができますよといったものに過ぎません。この指示や要請といったものに表現を留めているのは個人や企業といったものの意思を完全に剥奪することができない民主主義の国家ならでの話でしょう。ただ日本の場合は都道府県知事レベルからの要請があればほとんどの場合はよしやめておこうかなというふうに実際に動いてくれるものです。ですから完璧ではないですが実際の効力は十分あると思います。ただ根本的な問題として今回のものはあくまでも要請指示であり絶対的な命令ではありません。ですから都市封鎖といったものができるような強力な権限が政府に与えられるわけではありません。共産党などは政府に権限が集中してこれはとんでもないなどというわけですが、実質的にはそのようなことはできないのです。それこそある町を封鎖してその町から出ようとする人を逮捕するといったようなことはできません。なぜならばそのような逮捕するための法律ではないからです。ですからもしもある町で集団感染のレベルが非常に高くなりこの町を完全に封鎖しなければならないということになったとしても、それはあくまでも要請や指示といった形で住民の皆さん家から出ないようにしてくださいといったことしか言えないのが現状でしょう。それは緊急事態宣言を行った後だったとしてもです。ですからこの法律が成立した後にこの法律を使わないで済むようなことになるのが一番いいと発言していたのはそういう意味です。この法律があったからといって海外の国のように全てを政府が思いのままにできるというわけではないのです。何かこういう話をするとじゃあこの法律というものはなくてもあっても関係ないのかっていう話になるとそういうわけではありません。もちろんこの法律があることによってできることは増えます。例えば業界に対する要請などもこれまでは何の根拠があってそんなことを言っているんだという話があったわけですが、今度からはこういった法律があって要請していますよと段取りとしては完全になるわけです。また売りしぶりをしているそういった業者に対してあなたは一体なんでマスクを大量に保存したまま売らないんだ、ちゃんと売りなさいといったことが今度からは言えるようになります。また患者受け入れのための施設が全然足りない、しかし今から病院を新しく作るんでは法律が様々あっていきなりは作れない、そのような時にこの法律を使うことによって緊急的に病院を作るといったことも可能になります。ですから完全ではないにしろあった方がいいのは間違いない話です。そして使わないで良いようにするために今政府にはやるべきことがたくさんあります。例えば日本国内の大学や企業などにおいてもワクチンの開発を進めようということを表明している会社などもありますし、そのような会社に対する財政支援といったものを本格的に行うべきです。それこそ助成金という形で何十億とつぎ込んだとしても別にいいでしょうし、手続きとして
今まではできなかったことができるようになるといった法律的な手助けというものもできるはずです。例えばワクチンの治験を進めるといった時に、これまでは一つ一つ非常に手間がかかっていたものを優先的に処理するといったような優遇を行うこともあるでしょうし、それが海外製で日本では未認可だといったような話になった時も、特例的に何か使用許可を出すといったような緊急措置といったものも必要でしょう。そして今行っている政策の中においてももっと推進すべきものがあります。それはマスクの生産などにおいて今日本政府は助成金を出すということをやっていますが、それはあくまでもラインの拡充といったものにとどまっているのが現実です。工場を建てますよといったような大規模な資金を出しているわけではありません。マスクの生産が海外が7割8割、そして日本産が3割程度ということを考えれば、これを国内産にガラッと転換しようと思えば、工場そのものを建てるような大規模な融資というものが必要です。しかし企業自身がそのような国内生産へ回帰するためには非常に大きな資金負担があります。こういった場合には産業構造そのものを変える、今ピンチなのだからこのピンチを変えるためには問題解決を根本から図らねばならないという、そういった考え方が必要です。ですからメーカーに対して国内生産をお願いするというだけではなく、資金援助をしてしっかりともう建設費用まで助成するので、海外生産から国内生産に切り替え、その上で増産を図ってくださいというような、今ある政策というものをもっと加速させるような方向へとアクセルを踏んでほしいものです。また医療体制についても同じように、今日本政府は緊急的にお金を出していますが、日本の医療従事者というのはあくまでもギリギリの段階で踏みとどまっているような状態で、決して余裕のある体制ではありません。ベッド数についても徐々に削減などは進んでいきましたし、また医療従事者の過剰労働といったものもずっと昔から続いている問題です。継続的な問題に対してやはりお金をつぎ込むしかないというふうに考えを改めるべきだと私は思います。今回の特措法は緊急事態においては今よりも権限を強化することに非常に役立つでしょう。しかし完璧なものではありません。ですから今やれることをもっと進める、そのために様々な手を打つことが非常に重要だと私は思います。皆さんはこのニュースについてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。